さとは愚かさとは。クローゼットの箱庭から世界へ。2026年2月26日、Adoさん初の自伝的小説、ビバリウム、Adoと私が発売されますね。そこで今、改めて振り返りたいのが、Adoさんの原点。今回は、うっせぇわで、ブレイク直後、高校卒業間近の2021年3月のインタビューをたどりながら、当時18歳のAdoさんが何を感じ、どう歌い、どこへ向かおうとしていたのか。その出発点を一緒に見つめていきます。2020年10月23日、17歳でメジャーデビューしたうっせぇわが社会現象と言われるほどの広がりを見せた当時のインタビュー。刺激的な歌詞が話題を呼び、時に大人たちの間でも賛否が巻き起こる中で、Adoさん自身はこの状況をどう受け止め、何を考えていたのでしょうか。学校のルールに苦しみ、悩んだという、そのAdoさんの実感が歌の説得力になり、共感した人も多かったはずです。それでは、Adoさんの原点インタビュー、スタートです。この春、高校を卒業するAdoさん。シンガーとしてのキャリア、ブレイク後の心境、今後のビジョンとは？彼女は、ここまでの反響をどう受け止めているのか、率直な本音を聞いてみたいと思います。うっせぇわが、動画再生数はもちろん、ランキングを席巻するなど、大ヒットを記録しています。今の状況をどう捉えていますか？とんでもないことになったと思っています。YouTube の再生回数もどんどん伸びて、完全に想定外と言いますか、こんなに大きい存在になっていいのかな、と思ったり、ちょっと変な汗をかいています。笑い。いろんな方が、うっせぇわの歌ってみた動画を投稿してくれているのも嬉しいですね。私が知っている芸能人の方、クリエイターやインフルエンサーの方がカバーしてくれているのを見ると、なんで？ってスマホを投げちゃったり、笑い。テレビやラジオのインタビューを受けることも増えていますね。メディアに出ている自分を客観視できないですね。小学生の頃、歌い手になって取材とか来たらどうしようって妄想していたんですけど、笑い。夢が叶って不思議な気持ちです。生活面では特に変化はないですね。たまに友人がすごいことになってるねと LINE してくるくらいで、これまで通り接してくれています。うっせぇわは幅広い年齢層のリスナーに受け入れられています。その理由はどこにあると思いますか？そうですね。かなり強くて攻撃的で心の叫びみたいな激しい曲だと思っていて、サビのうっせぇうっせぇうっせぇわと繰り返すところが耳に残るし、小さい子も口ずさみやすいのかも。うっせぇわって言いたい。という気持ちは誰しもあるでしょうし、そうかもしれないですね。笑い。もともと作詞作曲をしてくださった手動さんの曲が大好きだったので、書き下ろしてもらえたことがすごく嬉しくて、こういう激しくて強い曲を作れる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですよね。まさんが描いてくださった MV の女の子のイラストもすごく好きです。曲の主人公は社会のルールに対する鬱憤をぶちまけていますが、Adoさん自身も共感できる部分がある？怒りには共感できるところがありました。社会人のルールやマナーはまだ経験してないので、きっとこういう感じなんだろうなと想像しながら歌って。学校の中にもルールはあるし、私も苦しんだり悩んだりしていたので、そういった部分では共感できますね。感情をむき出しにするようなボーカルも強烈。この歌い方はどのように作り上げたんですか？自分でもよくわからないんですよ。自由気ままというか、好きなように歌っていたらこうなっていたので。ただ、今は誰でもインターネットに歌ってみた動画を投稿できるので、うずもれないようにしたくて、だったら自分の個性を出した方がいいし、やるしかない、という気持ちでしたね。Adoさんの音楽的なルーツもやはり、ボーカロイドや歌い手？もちろんです。
小学校に入った頃に父親のパソコンで聴き始めたんですが、最初は特定のボカロ P というよりも、初音ミク、鏡音凛、鏡音蓮などのボーカロイドそのものに興味があって、歌い手さんの存在を知ったのは小学校高学年ですね。ソラルさん、まふまふさん、イブさんをはじめ、たくさんの歌い手さんたちが私の憧れの存在でした。クラスメートもネット発の音楽を聴いていたんですか？あまりいなかったですね。小学校の時はニコニコ動画や YouTube を見ていたんですけど、ボカロや歌い手が好きな友達はいなくて、隣のクラスに歌い手のクリアファイルを持っている子を見つけて、なんで持ってるの？好きなの？って駆け寄ったこともありました。笑い。ちなみに、Adoさん、リアルなアイドルに興味を持ったことはなかった？そっちには全然行かなかったです。笑い。リアルな存在に惹かれたのは歌い手さんだけだったし、私もやってみたいと思っていました。投稿の方法も自分で調べた？そうですね。聞ける人、頼れる人もいなかったので、やってみたいという友人もわずかにいたのですが、本気でやろうとしていたのは私だけで、私も歌い手になりたい、という一心でやっていました。普段作業しているクローゼットの写真、テレビで見ました。吸音材などをベタベタ貼ったりして、一生懸命やっていました。効果があったかわからないですけど笑い、気持ちの問題ですね。新曲、ギラギラについても聞かせてください。うっせぇわとは、かなりテイストが違いますが、最初に聞いた時はどう感じましたか？テニオハさんワールドだ、と思いました。サビの、ギラギラというフレーズが印象的だなと。孤独のラブソングがテーマなんですけど、ギラついていこうみたいに、ちょっと前向きになれるところもありますね。当然、歌い方も、うっせぇわとは雰囲気が違っていて、そうですね。このフレーズは強く、こっちは弱めに歌おうみたいなことを考えながら、理想の歌い方に近づけている感じです。以前からいろいろなテイストの曲を歌わせてもらっているんですが、すごく楽しい。ボカロ P の方が作った曲は、もともとボーカロイドが歌っているわけで、自分が歌うことで違った表現になるのが面白いです。今後やってみたいことは？今は難しいかもしれないですけど、ライブをやりたいです。期待してます。Adoという名前は、狂言における、して主役と、Ado、相手役が由来だとか。自分が主役ではなく、リスナーのために歌いたいという気持ちが込められているそうですね。最初は、Adoって響き、かっこいいだったんですよ。笑い。でも、後から意味がついてきたと言いますか。小学校の頃は、歌い手になって目立ちたいと思っていたし、今もその気持ちはあるんですけど、自分の歌を聴いてくれる人の支えになりたいという思いは、どんどん強くなっていますね。想定外の大反響に、変な汗をかきながら。それでもAdoさんは、言葉から逃げずに、感情を声に変えていきました。そして今度は、物語として覗かせてくれます。自伝的小説、ビバリウムAdoと私について、Adoさんはこう語っています。この度、私の人生を描いた小説が発売されます。自分としては、やっとこの話ができて嬉しい気持ちです。うっせぇわでメジャーデビューする前の話や、どこでボカロと出会ったのか、どうして歌い手になろうと思ったのか、どうして私は私のことが嫌いなのか、これまでAdoとして明かしてこなかったことが、このビバリウムに詰まっています。クローゼットという箱庭で私が見てきたものを皆さんにも覗いてもらいたいです。あの頃の言葉と今明かされる物語、点と点がつながる瞬間を小説で楽しみましょう。今日のインタビューで心に残った言葉をぜひコメントで教えてください。本動画が少しでも皆さんの心に届き、Adoさんへの愛が深まれば幸いです。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。